はい、ご視聴ありがとうございます。今回はジョジョ4部オープニングを予想していくという動画です。よろしければお付き合いください。どのみちあと4日もすればオープニングは流れるんですけども、後でオープニングが流れた時に、この動画を見返してみて、どこどこが合っているとか、どこどこが違っているとか、全くすっとんきょうなことを言ってるなということをね、後々ね、見る楽しみができると思うので、僕の今の段階での予想を動画として残したいと思います。まずですね、予想通り1話の段階では、オープニングは流れませんでした。今までと同じように、部が始まって2話目からオープニングが流れるようですね。で、予想と違ったことは、提供のスポンサー画面で、オープニングの伴奏が流れなかったんですよね。流れたのはジョースケのテーマ、劇中の BGM でした。ジョースケのテーマにボーカルがついたものがクレイジーノイジービザータウンの可能性もあるんですけども、僕はそれはないと思ってます。今まで、1、2、3部で流れた主人公の BGM、これはオープニングテーマとは違う曲だったんですね。つまりアニメ1話の段階ではクレイジーノイジービザータウンの新しい情報は、全く増えていないことになります。さて、予想するのが難しくなってまいりました。と、ここで、公式サイトが更新されまして、クレイジーノイジービザータウンのジャケットと収録曲が、公開されました。これをちょっと見ていきたいと思います。まずジャケットなんですけども、気だるい感じのジョースケが座り込んで、こちらを覗き込んでいます。横に光一くん、そして奥に奥安がいる状態。気だるそうというのが、一つのポイントなんじゃないですかね。ここで過去のジャケットを見ていきましょう。一部のジャケット、これは、ジョナサンがディオを睨みつけてぎゅっと拳を握っている。このジャケットから感じられるのはやはり熱血感じゃないかなと思います。そして2部のジャケット、これは、色鮮やかな背景を背にジョセフ・ジョースターがまるで踊ってるかのようなポーズを決めていると。これはもうほんとノリノリでおしゃれな感じがするジャケットですよね。で3部のジャケット、これは静かな怒りとか、そういうものを感じさせるジャケットですかね。それぞれのジャケットがですね、それぞれのオープニングの映像や歌詞や雰囲気と、ちょうど重なってるんですよね。なので、4部のね、ジャケットも結構オープニングのヒントになるものがあるのではないかなと思うわけです。気だるそうなジョースケがやはり一番目立ちますので、この曲は、めちゃくちゃ盛り上がるとか、めちゃくちゃ熱血であるとか、めちゃくちゃアニソンであるとか、そういうところを狙ってくるのではないのではないかなというのが僕の結論です。また背景のスクリーントーン、色鮮やかなスクリーントーンの感じ、そうですね、おしゃれというか、雑誌の切り張りをしたような、そういうアート性のあるオープニングになるんじゃないかなというふうにそこも感じるわけですね。次に、収録曲を見ていきましょう。トラック1、クレイジーノイジービザータウン。これは通常のオープニングですね。で、トラック3番と4番。これは1番と2番のカラオケなんですね。さて、トラック2番。これが、気になるところなんです。クレイジーノイジービザータウン EDM アレンジバージョンというものがあるんですね。これ EDM というのが何なのかっていうのをちょっと調べたんです。ウィキペディアで調べたんですけども、これ、エレクトロニックダンスミュージックというものらしくて、シンセサイザーや CK さんを用いてクラブとかで流される、人々を踊らせる DJ が作る音楽らしいんですよ。つまりこの音楽は DJ がアレンジをすることで、クラブで流れてもおかしくないような音楽のジャンルということなのではないでしょうか。とてもおしゃれなオープニングになりそうですよね。すごいその辺は楽しみです。1部と3部は、いかにも古き良きアニソンというところを目指していましたが、4部になると、テキスタンドも洋楽名を取り入れてきますし、雰囲気も原作からしておしゃれな感じに傾倒していったと思うんです。なのでそういう路線に舵を切るのであれば、僕としては大歓迎ですね。アニメスタッフの方々よくわかってると思わざるを得ないですね。はい、おおよその曲の雰囲気を予想していきましたが、ここからはね、どういうオープニング映像になるかということをね、予想していきたいと思います。まず一番最初にクレイジーダイヤモンドの一撃で、タイトルロゴが砕け散る。これは絶対に来ると思っています。魂をかけます。そして当然クレイジーダイヤモンドの能力で、タイトルロゴが修復されていく。そしてダイヤモンドは砕けないのロゴ。曲の中に巻き戻しのノイズが乗るのではないかなと思っています。これは、ジョースケの能力のこともありますし、のこともありますからね。曲名もクレイジーノイジービザータウンというぐらいですから、随所にノイズを生かした演出や音楽が取り込まれるのではないでしょうか。上空から、カメラがズームしていって森陽町に入っていく。この演出も来ると思っています。頑張って森陽町を描こうと思ったんですけど、こう細かい道とか家とかをとても描いていられなかったので、このような結果になりました。オープニングの表現ではタイポグラフィーやスクリーントーンを多用して、先ほど言ったように、アート性のあるそんなオープニングになると予想します。オールスターバトルや、ビバ涙の PV、GTO のオープニングとカウボーイビバップのオープニング、そこに、ジョジョ2部のオープニングを混ぜ
せたような、そういう雰囲気だと予想します。3DCG でアグレッシブに動き回るのは、丈介と丈太郎と光一くんと奥安の4人だけだと思います。他のキャラクターはカットインの1枚絵で表現される。これはジョジョ2部のオープニングと同じですね。そして、テキスタンド使いは、最初の PV と同じくシルエットで登場すると思いますね。さらにジョジョ4部は分割4クールだと思うので、後半のオープニングは3部と同じくまた変わると思うんですよ。最初のオープニングには、原作の前半の敵しか出てこない。ここまで予想します。46巻の再現はお預けということですね。最後に予想するのは、手書きのパートです。ジョジョのオープニングは2部から、手書きのパートがあるんですよね。2部では上綱嵐、3部では、ディオの顔のアップ、そして、3部後半はオラオラとムダムダのラッシュ対決。今回も手書きパートはあると思うんですけども、実は今のところ予想が立ってないんですよね。アニメの進行に合わせて4部を読み返すと決めてるんで、ちょっと細かいシーンが覚えてないんですよ。だからどのシーンが手書きになるかっていう選定もできない状態で、今までの手書きパートはどれも共通するのが敵の脅威を書いてる、敵の脅威をスピーディーに書いてるということなんですよ。だから、4部でもテキスタンドをかっこよく書くのが手書きパートだと思うんですよね。で、それぞれが、部の強敵というか、ラスボスを書いていたりするわけですよね。だから今回はあれだと思います。左手から発射されるあれが画面に向かってきてドーンとなる感じ、分かっていただけますかね。が、手書きパートと予想します。はい、ちょっと厳しい気もしますけど、そういうことにします。はい。いかがだったでしょうか。少ない情報からいろいろ考察をしてみましたが、これはもうね、考察というよりかは妄想ですよね。ぜひね、皆さんも、このようなオープニング予想をされてみてください。オープニングを待つのが、より一層楽しみになると思います。いや、本当にクレイジーノイズビザータウン楽しみですね。もう当日になったら僕なんかもう本当朝になるまで見返してしまうので、来週その辺のね、感想も語っていきたいと思います。また、クレイジーノイジービザータウンを聞いた後にお会いしましょう。さようなら。